こんにちは、きこです。今日はまたね、読者じゃないや、YouTube 見てくださる視聴者っていうんですかね、が増えてきてくださったので、私のことをね少しお話ししようかなと思っています。私自己紹介とかっていうよりもなんかこう大変な思いとかあんましたことないのかなって思われる方がもしかしたら多いかなと思って、で何ていうのかな、こういう宇宙意識になってまだ1年ぐらいしか経ってないんですよね。スピリチュアルに出会ってから4年ぐらい潜在意識っていうものに出会って、でそこから宇宙意識というかね、宇宙の方に意識を向けて1年ぐらいなんですね。でこういうさ、いろんなスピリチュアルに出会ったり、宇宙意識になってからね、いろんなことがもうさどんどん叶ってるから、なんか全然こう何だろう、私生活とか大変じゃないのかなとかさ、なんかいろんなこと思う方いるかなと思って、少しそうだな、大変なこととか苦労話みたいなのも少ししてみようかなと思って、今撮ってます。苦労話っていうか、こう人がさこう亡くなるっていうことが結構私の人生は身近にあったんですね。ここ最近なんですよ。それが最近っていうのかな、インドに来る前かな。6年ぐらい前に一人親友の女の子が亡くなったんですよね。私の親友だった、この子はもともと難病だったんですけど、でね、こう奇跡的にこうなんだろうな、ベッドの上からずっと出れないような感じの子だったんですけど、もともとは普通にこうお話なんだろう、アルバイト先で一緒ですごい仲良くて、で音信不通に急になっちゃって、どうしたのかなと思ったら、難病をもともと持ってて、それが発病したって言ってて、すごい元気にこうやり取りとかしてたんですけど、それが急にね、もうベッドの上から降りられなくなっちゃったみたいな。ご飯とかも全然食べなくて、なんか久しぶりに会いに行った時さ、誰か分かんなくてなんかスルーしちゃったんだよね。こうさ、病室に行った時に間違えましたみたいな感じで言っちゃって、それでなんかこう私だよって言われて、それでその子だったんだっていう感じで、ごめんごめんみたいな、美人になったねみたいななんかそんな話とかしてたんだけど、でそこからなんかそういうベッドから降りれないような感じだったのに、その子はなんか元気になったんです。治ったわけじゃないんだけど、奇跡的にこう病院の先生もびっくりするぐらい元気になって、一緒にこうご飯食べ行ったりとかね、うちに遊びに来てくれたりっていうことがあったんですけど、急に亡くなったんですよね。6年ぐらい前かな、もうちょっと前になるかな、7年ぐらい前かな。1週間前までね、私のうちに遊びに来てたから、子供たちもすごい仲良くて、だからね、びっくりみたいな感じだったのね。これが第1回目だったかな、人が亡くなるってところでね。それで、2回目というか、それは、もう一人の親友の子だ、親友2人亡くしてるんですよね。でその子は、その子こそというかね、彼女がいたからインドに来たっていう子なんですよ。インドっていうところに彼女が行きたいけど友達が行けなくなって、それで一人で行くっていう話聞いてた時に、いきなり行ってみようかなと思って。それまでこう英語圏の国とかさ、なんか西洋系の国に憧れというか好きだったんだけど、なんか初めてアジア圏に行ったんですね。でその時インドっていう国に本当衝撃を受けた。彼女がいなければ行ってないんですよね。来てないっていう感じで、その子は、そうですね、何年前だ、インドに来る前だから4年前か。本当にさ、私が10月に出発、インドに来る、永住するためにね、子供を連れて、久しぶりに旦那さんに会いに来るっていうのが10月だったんですけど、彼女が亡くなったのが9月だったんですよね。その1月前に亡くなったっていう、本当にね、なんかこう衝撃的だったんですけど、で旦那さんがいない間、3年ぐらいあったんですけど、その時に彼女のこう病気っていうのもちょうどその3年間ぐらいのうちに結構進行して、一緒にこうすごい支え合ってたんですよ。
私のなんていうんですかね、私が旦那さんいなくて大変だったけど、こうそれについてこうさ、こういうことなんていうのかな、哲学とかこういうなんていうのかな、スピリチュアルではないんだけど、いろんな見方、なんかそういう精神的な部分の見方っていうのを2人で分析し合ったりして、インドの哲学とかも好きな子だったから、一緒になんでこういう感じなのかなとかさ、一緒に考えたり、支え合ってたんですよね、旦那さんいない時に。でそうだな、彼女はがんで亡くなったんですけど、でその前の子は難病なんだっけな、腸閉塞とかなんかそんな感じのやつだったかな。そう本当にね、なんていうのかな、本当に身近な人の死っていうのがね、だから、亡くなるそのね、がんで亡くなった親友も、直前までさ、やっぱりこう私に会いたいって言ってくれてて、ただなんかその時もさ、結構仕事が忙しくなっちゃってて、こういうスピーチャーなことも潜在意識の方も、あとだからスーパーで仕事してたからさ、そう結構こうバタバタしてなかなかちょっと病院とかにも行けなかったんですけど、そういうことがあったって感じですね。で、あとはそのお兄ちゃんが、2年前か、いつなんだ、2年前に亡くなったのか、に亡くなってます。がんなんですけど、それもなんかもういつだったっけ、気づいてから結構早かったみたいですね。私はちょっとインドにいたので、親とかね兄弟が支えてくれてたんですけど、そういう感じで、本当に亡くなる直前、そのなんかお兄ちゃんの亡くなる直前になんかインドから出れないっていうことがあってさ、もう本当にお兄ちゃんがこう死に目に会えないんじゃないかと思ってハラハラしたっていうのがあったんだけど、それもやっぱりそうですね、最後ギリギリのとこで会えて、お兄ちゃんにね最後会えてよかったなっていう感じなんですけど、お兄ちゃんを見とったのも私なんだよね、そういえば。そう息を引き取るっていうところも、見ました。悲しみとかはさ、私やっぱりなんだろうね、前からそんな悲しいっていうのはなくて、でお兄ちゃんのがなんてさ、こうやって喋ってると何みたいに来るんですよね。だからこの間 2周期だったっけ、3周期だった、3回忌か、ごめんなさい、2回忌3回忌とかだよね。そういうなんか2回忌とかだったかな。でもさ、なんかしょっちゅうこう会って喋ってる感覚があるから、なんかそんな全然なんか久しぶりって感じじゃなかったっていうか、そうなんだと思ったけど、なんかいつも会ってるしなみたいな感じなんですよね。こういうことが分かってくるとやっぱり死とかを超えてくるから、寂しくないというかね。で親友のね2人もすごく楽しそうにやってる感じだし、1人の子はね多分こう神様みたいになったんじゃないかなっていうか、そういう感覚がありますね。でそうだな、悲しい、なんかやっぱこう送る側と送られる側じゃないけどね、私はなんかそういうちょっと送るというか見届けるっていうところがちょっとあるようなこと言われたことあったな。そうでもすごくやっぱそのなんだろうな、生き様というかね、そういうところですごくいろいろな、私なりのこう考え方というかね、感覚っていうのはすごく、彼らの生き様で学んだっていう感じですね。本当にこう全うしてるんだよね、みんなすっごく全うして生きてるっていう感じだし、生きてた、でも今も生きてるからね。で亡くなった後もさ、やっぱさ全然寂しくないですよね。しょっちゅう会ってるし、なんかもう次元は違うとこにいるんだけどいるなっていう感覚があるっていう、なんかそんな感じかな。そうあとはそのね、こういう死っていうことも、身近なとこで体験してますし、あとは旦那さんとね別居してた時っていうのは本当どん底まで落ちてさ、これがだから4年前になるんですよね。4年前の3年間だから、7年前からの3年間って感じなのかな、が本当にきつくてね。
今でもやっぱり思うとそこのことをさ思い出せなくなっちゃってるんだよね。悲しくて思い出せないんじゃなくて、やっぱもういる次元が違うんだなっていう感じだから、たまに自分のその苦しかった自分に対して光は送るんだけど、やっぱり次元が上がってくるとっていうか、自分が変わってくると、そこの自分とやっぱり波長っていうのかな、なんか周波数なのかなが変わってくるみたいで、なんか全く共感できないというか分かんないんですよね。どんな感覚だったっけみたいな、なんかそんな感じになってますね。だからそうだな、今もし苦しい人が、いろんなね現実を見てて苦しい人とかねいるかもしれないんですけど、やっぱり変わっちゃいます、簡単に。自分がやっぱりもうなんていうのかな、変わりたいと思ったらやっぱ変わるんですよね。で変わりたいって、今現実が苦しくて変わりたいってやっぱ本気で思わなければ変わらないんですね。まだやりたいのかなっていう感じになっちゃうってことですね。本当にね私は変わりたくて、これはちょっと思い出したって感じなんだけど、ブロック解除とか泣きながらやったんですよね。本当に苦しくて変わりたくて、大どんでん返しをずっとさ思って10年ぐらい来てたんだけど全然なかったってやつで、本当に変わりたくて泣きながらやりました。たくさんやりました。だから今があるのかなっていうか、だけどこんなさ今一応この苦労話じゃないけど一応言いましたけど、別にこんなところを体験しなくても全然今はいいんです。そう今もう次元上がっちゃってるから大変な思いなんてする必要ないし、なんていうのかな、スコーンとさ抜けちゃっていいってことですね。大変な思いをもうする必要はないし、体験する必要もないし、したければすればいいですよ。でも選べます。はっきりと選べる時が来たって感じですから、どうすんのって。だからこの7年前の周波数と今の周波数全然違いますからね。もうすっかり変わってます。この1年前の周波数と今の周波数だって全然変わっちゃってるからねっていう感じなんですよ。全然違う世界を生きてるような感じになってる。この速さについていくっていうことがいいのかな。ついていくっていうよりもなんていうのかな、要は生きやすく生きればいいんだけど、昔のやり方みたいな苦労をしなくちゃとかさ、なんか大変な思いをしなくちゃ、あと考え方の癖みたいなのをギュッて持ってるような生き方っていうのをしていると、本当にこの速さにはやっぱどんどんついていけなくなってくるから、生きづらくなってくるってことですね。だからそのあたりに関しては、もう本当に手放そうって意図するってことですね。本当に思わないとやっぱりなんていうのかな、来ますね、やっぱ苦しいのが。しかもそれが前以上に早くなってるから、なんかなんていうのかな、自分自身の、楽に生きていいんですから、そういう選択をしていくといいんじゃないかなと思います。一応ね、今まで、ここ最近10年以内のことか、そういうことがありましたので、私もいろんなことがあるってことですね。周りか、自分自身の旦那さんの別居と、あとは本当に近しい親友とかお兄ちゃんとか亡くなってるからね、そういうことの苦しみっていうか、私はねそういうことであんまり苦しまなかった。だから自分の別居では苦しかったけど、死っていうものに関してはやっぱちょっとこういうスピリチュアルとか哲学とかさ、こういうことに関してはなんとなく自分が把握してたので、苦しいっていうことはあんまりないですね。あと元気なのがやっぱさ、チャネリングとかできるようになってからしょっちゅうつながってるから、もうなんかしつこいぐらい来るんだよねなんかそんな感じでやっぱ超えちゃってるから、死もなんか楽しみ、生きてることも楽しいし死も楽しみだし、ほんと地球が楽しくなっちゃったみたいな、なんかそんな感じです。はい、ではまたね、なんか撮りたいと思います。ではでは。